関西クリーンサービスさんの YouTube 見させていただいてるゴミ屋敷って、なんかふわーってすごいイメージがあるんですけど、今日の物件はそんな感じでは。1階はまあごくごく一般的な普通の、いわゆる実家っていう感じなんですけれどもね、ちょっとお2階がね少し荒れている状況で、こちらでお住まいだった、ご依頼者様のご親族のご家族の方がですね、障害をお持ちの方で、不動産業者さんも何社かお見積もりに来られたみたいですけれども、この残地物このままで買い取りますっていう業者さんはなかなかいなかったらしくて、精神障害。おはようございます。おはようございます。今日のはどういったご依頼ですか？本日はですね、こちらの物件を弊社で自社で買い取りさせていただいたんですけれども、残地物がそのまま残っている状態ということです。ですので、これから販売にかけるにあたりですね、中の残地物をすべてお片付けするという作業になります。ではちょっと入っていきます。本当にもう生活されていたそのままの状況ですね。家具もお洋服もそのままの状況です。もともとこちらのご依頼者様のご実家だったということで、ご依頼者様はもう今現在はご結婚されて、ご自身のご自宅をもう違った場所でお持ちになってて、ここがちょっともう今のご自宅とは少し遠方に離れているということから、管理ができないっていうことで、ご相談にお越しになられて、でこの中のものもかなり量があるのでご自宅ごと手放したいということだったのでね、この状態でお買い取りさせていただきますということで弊社で承らせていただきました。関西クリーンサービスさんの YouTube 見させていただいてるゴミ屋敷って、なんかふわーってすごいイメージがあるんですけど、今日の物件はそんな感じでは。1階はごくごく一般的な普通の、いわゆる実家っていう感じなんですけれどもね、ちょっとお2階がね少し荒れている状況で、今から2階にちょっと上がっていきたいと思います。階段が急なので、昔の古いお家なのに階段がすごい急なんですよ。本当ですね。お2階がねちょっと荒れている状況なんです。ガラスも割れてしまってて、かなりゴミも散乱している状況です。実を言うとですね、こちらでお住まいだった、ご依頼者様のご親族のご家族の方がですね、障害をお持ちの方で、その障害をお持ちの方がですね、もう成人を超えられまして、動作とかがもう幼少期のままで知能であったりとかそういうのが止まってしまって、体だけ身体的に大きく成長されて、お家の中をこう荒らしていく日々を過ごしたとのことです。空き家状態だっ
そうですね、空き家状態はそうですね、まあ数年間は空き家の状態だそうですけれどもね、まあ不動産業者さんも何社かお見積もりに来られたみたいですけれども、まあ、この残地物このままで買い取りますっていう業者さんはなかなかいなかったらしくて、まあ、弊社独自の、まあ、そのサービスで、まあ、ワンストップで、まあ、全部行うということを弊社を選んでいただきました。障害を、まあ、お持ちの方は多分2階がメインの居住スペースで、下のお部屋見るとお風呂であったり、まあ、こちらの台所もかなり綺麗に整備されているので、お風呂とかもこうね、介護的な入浴のサービスを受けられていらっしゃったのかなっていう印象はあります。私自身がまあ、今40歳過ぎなんですけれども、10歳前後の子供がいてて、まあ、周りもそんな感じなんですね。みんな友達であったり知り合いで、まあ、発達障害であったりとか、あとはまあ身体障害であったりとか、まあ、ちょっと心の病気をもともと患っていらっしゃる方であったりとか、まあ、そういうお子さんをお持ちの人って結構いるんですよ。まあ、今は大丈夫だけれども、まあ、将来がちょっと心配だとか、結構みんなね、すごい懸念されていますね。まあ、今回のこの物件にもちょっと似通っている部分はあるんですけれども、実際自分自身がまだそれこそ30代40代とかでしたらお仕事もして、まあ、肉体的にも、ね、まだまだ体力ありますけれども、今から20年後とか30年後とかってなると、まあ、お子さんが結構まあ30代40代になってきて、で、まあ、自分自身はもう高齢者になってしまって、じゃあどうやってこの子の面倒を誰が見るんだろうとかね、まあ、そういう不安な部分があるっていうのは僕の友人でも知人でもよく相談を受けてます。では作業の方終了しましたので、ご確認の方お願いいたします。ほんまにすっきりしましたね。もう全部お家の家財道具なくなりました。たくさん物があったので、こんなにすっきりしてて驚いてます。すごいすっきりですね。
本当に精神的にも結構きつかったので、本当に楽になりました。本当にありがとうございました。